動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。本日は10月の13日日曜日になります。3連休のど真ん中ですね。本日はこちら、15R の畑に来ております。現在の時刻はですね、朝の6時。気温の方はですね、15度ですね。今日はね、変則で実は市場の方はですね、お休みになるんですけども、実がね、もちろん、実ってきておりますので、収穫をしながらですね、10月のね、畑がどうなっているのかっていうのをですね、共有させていただければと思います。今回収穫するところは、前回のね、動画で SLL ですね、SLL10、ホルモン剤をつけて約8日ですね。8日だったかな、ちょっと待ってください。8日だったかな、9日か8日なんですよ。つけたのが朝になりますので、その日をもう1として勘定しますので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、SLL10をですね、700倍希釈をして、8日目ぐらいから収穫ができて、今ですと大体3日かけてですね、全て実ってくるような状態になっております。ではですね、10月の畑どうなっているのかというのを共有しながらですね、お話をしていきたいと思います。現状今こんな感じになってます。SLL をですね噴射していないところは、これは自然にですね実ってきているところになります。なのでポツポツね、こう赤い実がありますよね。これももう今朝収穫してもね、いい感じになってます。で他の列もですね同じような形で、ここはもう見た感じではもう赤い実が全然見えないですね。でバナーネの方はこういう状態ですね。このぐらいは今日収穫していいかなと。でまだ上の方は変わってきてないですね。あそこに非常にね美味しそうな実がね、ここに。で今朝露がすごいついてるんで、結構ねこう見えるかな、朝露がねこう収穫しようとすると朝露が落ちてきます。ここにもねほらいい感じになっているね実がありますね。で SLL10 をですね噴射した列はこちらになりますね。こちらの列、結構ね赤い実見えてると思います。昨日もね収穫してますんで数はちょっと減りました。あともう一つ、こちらの列ですね。この列とこの列がですね SLL を噴射した列になりますので、こういう感じでですね赤い実が結構ねあると思います。今日はこの2列が中心ですね。こちらが赤いですけど、こちら赤いのはほとんどないですね。こういう状態になってます。ここもつけてないんで赤い実はほとんどないという状況になります。ではですね収穫していきたいと思います。ではですね早速収穫をしていきます。とりあえず先ほどお見せしました列が中心になりますが、その他の列もね少しは実ってますので、とりあえず全部回るような状態にします。この網がないとね始まらないと。でね8月からね収穫開始して、当初は暑かったんですけど、今はもうだいぶね収穫寒くなりました。もうしばらくするともうねカッパを着てやらないと寒くて収穫ができなくなる状態になりますね。よし、ではいつもながらのこのちょっと右に向けます。でも下の方のね実は収穫終わってるんで、何でしょう、直立不動で収穫ができる状態になってきました。では1つ目です。こんな感じですね。で今はもう寒暖のね差が結構ありますので、こうした方がいいな。寒暖の差がね激しいので色がね真っ黒になりますね。本当に黒いちじくかと見まごうほど黒いです。その辺ご存知ない方がね、黒いちじくをお買い求めに来られた時に、これが黒いちじくですかって言われるんですけど、いやいやこっちじゃなくてこっちですよと、これいわゆる通常のイチジクですよっていう形でお話はするんですけども、本当にねこの時期は色がねすごくつきます。で
ほら見ていただいた通りね、だいぶ小ぶりになりましたね。上の方なので。以前ね、イチジク一人もどきによる被害ね、出てますということで、やっぱりね、まだ食べられてますね、枝が見てると。枝というか葉っぱか。見つけたらちょくちょくね、退治はしてます。今日もね、先ほどももう5、6匹見つけたので、撮影前にね、ちょっと退治をしておりました。で、時期的に今10月に入ってきますと、イチジクのね、畑の中には、実がね、少ないんですけども、その実にですね、非常にですね、小バエですね、ショウジョウバエですね、がですね、結構多く発生してきてですね、実ってきた実の、花頂部にですね、花頂部からですね、中に入り込んで、いわゆる食べてるんでしょうね。食害していきます。そうすると、実がね、傷んでくる、腐ってくるということになります。よし、はい。こちらが終わりましたね。4つか。はい。少ないんで両側見ていきます。で、ショウジョウバエがね、結構出てきますので、その辺注意が必要ですね。これどうしても出てきますので、なるべくね、早めに実を収穫してあげる。そうならないがためにって言えばいいですか。ショウジョウバエがね、つく前に収穫をしてあげないといけません。ショウジョウバエがつくとですね、周りの実ってきている実にもね、伝染するんですよね。そうするとその辺一帯、もう小バエだらけ、ショウジョウバエだらけになって、実がどんどん傷んでいくということになります。我々農家の中ではその場合は、いわゆるアーデントって呼ばれるですね、ショウジョウバエにですね、非常に効く、農薬があるんで、ひどい時はそちらをですね、散布して処理をするということをいたします。私も数年前というか、もう結構もう何年だろう、もう5、6年前かな、もっと前かな、に一度ね、使ったことがありますけども、効き目はすごいですね。アーデントを巻くともう次の日、もう一切ですね、ショウジョウバエがいないですね。すごい効き目があります。それ以後ですね、実はアーデント私全然使ってないんですけど、なるべくね、早めって言い方は変なんですけども、ショウジョウバエが出てくる前に、収穫するようにしているので、取り遅れとかがなければ、そこまでね、被害が、拡大することもないです。それよりもね、収穫が始まってますんで、なるべくね、消毒はもうしたくないので、収穫でね、なんとかね、しようとしてます。はい。白も合わせて取っていきます。ピーク時、休みだったらね、こういうことできるんですけど、これ休みじゃなかったら、こう混ぜて取っちゃうとね、後で選別が大変なんで、別々に収穫するんですけど、今日はね、先ほど言いました通りお休みなので、売れる分だけ、買っていただける分だけを収穫することにしますので、多少ね、混ぜてても、量が少ないんでね、選別は早く済ませることができます。はい、今、これも取れそう。ちょっと硬いか。ここはさっきの取れそうですねっていう。あとここにもう一つ。はい、こういう感じで。やっぱ小さいね。こっちで言うと L サイズあるのかな？ L サイズが 63g なんで、63あるかないか、ギリギリ63あるかないかぐらい M サイズかもしれませんね。今ね、1列取りましたけど、何も処理してなければこんな程度ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ですね。で、白が2個。1列半ですね。隣も、あらら。1列半ですね。隣も取ってるので。よし、じゃあ、またお隣ですね。はい、こんな状況。
これはさっき取っていいかなと思ってた白だ。よし、小さいね。まあ本当にあるわ。ここに2つばかり。もっと今日はね、このトロ箱4つぐらいあれば、本で4つぐらいね取れればいいかなと思ってます。あとここにあったな、白。だいぶねやっぱり寒くなったので、ピーク時から比べると来られるねお客さんの数も減っておりますので、そんなにねたくさん取ってね余っても困りますので、まあ少し足りないぐらいが一番いいですね。こういう日はね。ちょっと硬いね。よいしょ。やっぱりね朝方なんでかなり冷えてますので、こう身自体がですねすごく硬い。触ってもね、いい色になってる。はい、こういう少ないね。はい、ここが一番バナナが多いところなんですが、今日は少ないね、やっぱり。よし。皆さんのところもね、もうだいぶ収穫が進んでいる状態かと思います。こんな感じにね、本当にほとんど実らなくなってきてる。実りがすごいゆっくりですね。先ほどオープニングでも話しました通りですね、SLL10 をですね、今700倍で私利用しておりますが、それでやってだいたい8日かかってます。でもっと、今からどんどんね気温が下がっていくんで、おそらく10日ぐらいまでねかかってきますね。最終的に500倍にしても10日ぐらい、10日以上かな、実るのにねかかるという感じになります。で雪は毎年11月の1週目ぐらい、もう1桁台ですね。去年は11月の5日で収穫をねやめたんですけども、それで思うとそうですね、10日から12日ぐらいかかるとね、するとなるとそうですね、10月の20日過ぎぐらい、21とか22ぐらいですか、そのぐらいがですね SLL をつけれる最後という計算になりますね。ただそこまでいくとそうつけれる実もねかなり少なくなります。はい、今ねこうやってお見せしているこの 15R の畑でもそうですね、残り何個ついてるかな、上部の方、多いものはね多いんですけども、4、5個かな、5、6個ね実ってない実があるかなという状態にはなってますが、ただもう上部の方はですね中は白いんですよね。いわゆる SLL をつけれる実じゃないんですよ。そう思うともうあと1回でね2個つけれるんで、もう1回ずつつけたらおそらくもう終わりかなという状況ですね。他の畑もですねもうあと1回ぐらいつけたら、すごい、ほら話飛んじゃいますけど、こう紫色になってきてますね。この時がバナナが一番美味しいですね。はい、で他の畑もねもう1回ぐらいつけたらもうつける実がなくなるかなという状況です。よいしょ。冷たい。もう梅雨が落ちてきて冷たいですね。なんだかんだ言ってる間にもう畑のね真ん中ですね、この畑の真ん中まで来ました。まだ半分取れてないですね。
白いちじくと合わせてようやく半箱ですね。でここがね一番大きな実が取れるところなんですが、それでももう今はこのぐらいですね。この畑はそこまで大きな実が取れないですね。7R の畑はねすごく大きないい実がまだね取れるんですよね。多分あそこは土壌がいいんだと思いますね。今年もねここは牛糞堆肥をね巻いて土壌改善をねしていきたいと思います。単年巻いたぐらいじゃね結果は変わらないんで、しばらくね巻き続けないとそんないっぺんに土壌は変わらないですね。よし、はい、これ本当に一文字のラインなんで、真ん中ですね。はい、こういうやつもあります。私は勝手にシェルイチジクって呼んでるんですよ。なんか貝みたいなんで。でもこれがね味見するにはこれが非常に美味しいんですよ。こちらから処理した木ですね、列になりますので少し増えてきます。昨日もね収穫してるんで、でもねもう形がねほらもうだいぶ良くないですね。変形感が非常に多くなってきてます。小さいなでもいや本当に小さいな。はい、でも数は取れます。これは比較的大きいとはいえこうぺったんこなんですね。上の方の実ですね。これもこれはこれもちょっと硬いな。はい、じゃあどんどん取っていきます。イチジクね皆さん知ってると思うんですけど、上の方の実ドーフィンはね上の方の実はほとんど変形化になります。ぺったんこな実ですね。でこの S レルをねつける前は噴射する前はですねそんなぺったんこじゃないですね。意外と丸いんですよ。これ丸いですよね。こういうふうにね丸く育つのもあるんですけども、噴射してこう実ってくるとぺったんこになるんですよね。もちろんねもともと本当の上の方はぺったんこなんですけども、そういう変形なんですけども、本当にこう変形をします。でこの変形の理由なんですけども、諸説いろいろ言われてるんですが、一番有力なのは、栄養不足というふうに言われております。栄養不足ね。やっぱ上の方まではなんか栄養があんまり回らないみたいな感じで、下の方にねやっぱり中心に行って上の方はどうしてもこういう変形化が多くなるというふうに言われてます。とはいえねこれ肥料をねたくさんあげても基本的に全部変形化なんですよね。特に何て言うんですか、元に戻らないって言い方変なんですけども、なんか綺麗なね丸い実と言えばいいんですか、そういうふうにはならないですよ。単に栄養が届きにくいっていうことなんですかね。そのために栄養不足になるっていうふうに言われてます。真相の方はですね定かではないんですけども、言われている説で一番有力なのは、栄養不足という具合になります。どうでしょうか。やっぱりこの S レールをつけた列になった途端こう忙しくですねこう収穫が数がね取れますね。これ4箱取れるかな一応ここで4箱取って、あとハウスのね黒いちじくを収穫する予定にはしてるんですよ。ちなみに黒いちじくの方ももううちはねもう1回かな、ハウスの方の1回だけ
しかも全部じゃなくてもう一部だけつけれるかなぐらいですね。もう他はつけれる実がなくなりました。なのであとはもう実ってしまったら黒いちじくもう完全終了ですね。9月のね14日から販売を開始したんで、やっぱりだいたい1ヶ月でねうちは取り切ってしまうんですけど、予定通り1ヶ月で黒いちじくは終了という状態ですね。今はもう1日にどうだろう、5、6パックですね。もうちょっと取れるかな。10パックは取れないんですけども、そんな程度しか今はもう取れない状態。実ってないんでね、っていうか実がないんでそうなるんですけども、そういう状態になりました。あるね、やっぱり。なんか綺麗に、横一文字に割れてます。これもぱっくり割れてますね。あるね。はい、ようやくなんか2箱たまりそうな感じ。もう1列半だけがですねこう実っている状態なんで、よいしょ。今この新しい列に移ってから、箱入れ替えたような状態なんで、1、2、3、ちょうど4箱ぐらい取れるかな。取れなくてもいいんですけど、やっぱねこうやって取っておかないとねどうしても毎日実りますんでという感じですね。ただねやっぱりね、何度も言ってる通り実が小さいんで、1箱いっぱいになるのも以前だとね30個ぐらいでもいっぱいですねっていう風に言ってたんですけど、今30個どころじゃないですね。何個入れないといっぱいにならないんだろうというぐらい小さい。まだいっぱいにならないね2箱目がよいしょ。はい、これで2箱目いっぱいになりました。よいしょ。3箱目ですね。もう2箱取れればもうドーフィンはいいでしょう。微妙な箱だな。はい、よし。はい、来ました。はい、ここはね両脇が結構ねついてますね。もう両方見ていこうかな、一遍に。これ両方見てったらもしかしたら4箱いっぱいになるんじゃない？いっぱいになったら今日はやめですね。合ってるね。ちょっとね両脇なんで結構見落としがちになりますが、ゆっくり
見ていきます。よいしょ。一応ね、もうすぐすると、一応コメリさんからね、農業用の資材ですね、肥料とかね、いろいろ購入してるんで、年末にね、来年のいわゆる予約のカタログがもうすぐ届きますよという、案内がね、はがきでもう来ました。早いですね。時期的にそんなもんですよね。いわゆるもう来年のね、よいしょ、準備がそろそろ始まるという状態ですね。もうね、田んぼも終わってるんで、そろそろそちらの方のね、種もみとかの注文もそろそろ始まるな。早いね。なんか終わったと思ったら、もうすぐ来年の準備です。よし。いや、結構、やっぱ早いな。はい、今もう、ここまでで半分ですから、これ多分、向こうまで行かないうちに4箱になりそうですね、これ。でもね、やっぱちょっとね、まだね、硬いのが多いね。明日もね、ここは取れると。そうか、今はつけると、1回つけると4日ぐらい、3日じゃ済まないですね。4日ぐらいかけて実ってきているようですね。はい、3箱いっぱいになりました。よし。もう1箱。もう1箱取れればいいかな。だいたいこの1箱取ると、出荷用の箱に2ケース分にはなるんですが、ちょっと今はね、玉のサイズが小さいので、そこまでいかないのかもしれない。なので、パック数で言うと、8パックか。もうちょっと取りたいね。4パックだと16パック分しかないんですね。20パックないんだ。この後黒もね、取るんで、結局、合計で言うと5箱ぐらいになるのかな。よし。で、最後の列ですね。この右側が SLL をつけた場所なので、ここが取れれば終了ですが、もう残りね、4箱まで、もうちょっとで終わりになります。少しね、多めに取っても、先ほどの計算からすると、これだと20パックもないぐらいになるので、ちょっとぐらい多めに入れてもいいかなという。ちょっとね、そっと入れていきます。箱数的にはこれでもう4箱、いっぱいになりました。ちょっと上にそーっと置いていきます。と言ってもそんなには置けないので、結構山盛りになってきましたね。よし、もうこの辺でやめておいた方が良さそうですね。はい。ということで山盛りでこれで4箱取れました。
じゃあ一旦これで戻ります。収穫を始めてもう1時間で今日はねここは終わりですね。で今収穫してきたやつをですね乾かします。ちょっとカメラでは分かるか分からないんですけど、どうしても今は朝露がつきます。はい。でね、この朝露のついた状態ではパック詰めができませんので、これを乾かすという作業がこの時期は出ます。日によってはね全然梅雨がつかない日もあるんですけども、今はね梅雨降りることが多いですね。よいしょ。はい、こういう感じにして、どうするかというと、いわゆる扇風機ね置いてあるんで、はい、こんな感じにね扇風機のね風が当たるようにしばらく、私もこれから今黒いちじく取りに行くので、こんな感じにね、ちょっと今扇風機すごい音だと思うんですけど、ちょっと一旦止めようか。はい、こんな感じにね風を当てておいて、選別ね開始するまでの間1時間ぐらいですねこの状態にしてますね。多分 2,30 分もあれば乾くんだとは思うんですけども、そのままの状態でうちは置いてます。じゃあちょっともう一度扇風機オンにしておきます。はい、ということでですね、10月の13日3連休ど真ん中ですね、いちじく畑どのような状態になっているかというのを共有させていただきました。今年は昨年に比べてですね約2週間程度進んでいるような感じですね。出荷数もですね見てみると昨年とですねもうほぼ今同じ状態まで今来てます。すでにですね約ですね1ヶ月残してるんですけども、もう昨年のですね出荷数とほぼ同じになっているということで、そのぐらい進んでるんではないかなというふうに思ってます。多分皆さんのところもそうなんじゃないですか。なんかいつもより早く収穫できてるんじゃないかなと思われます。なんか年々ね本当に温暖化が進んできて、昨年からですねほとんど見なかったカミキリムシがですね本当に見受けられる状態になりました。今の時期にもですねやはり収穫の途中で見つけたりすることがですね普通にあるんですよ。今までそんなことがありませんでしたので、どんどんですね北上していっているっていう感じですか。イチジクのね栽培できる北限が北陸っていうふうには言われてるんですけども、今はもう少し上に上がってきてるんじゃないですかね。どんどんなんかそんな感じがしています。このアザミウマの被害もですねあまり東北の方ではあまりないっていうふうに伺ってるんですけども、これやはり徐々に北上していっているので、もう 2,3 年もしたら以前の北陸と同じような状態になってくるんじゃないかなという、そんな気がしております。はい、なんかねどんどん変わってきてますね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。